おはようございます。昨晩はね、少し冷えたっぽいんですけども、お布団のおかげでね、めちゃめちゃ快適に眠れました。でね、目が覚めたのは外が明るくなったからなんですけども、どうやらね、もうすぐ日が出そうなんですよね。ですんでね、ここは海岸なんで、コーヒー入れてね、海岸の方行ってみましょう。準備します。ちなみにね、まだちょっと空いてます。ガスがなくなりそう。頑張れ。このガスが少ないんでね、使い切りましょう。はい、ガスなくなったんで、もういいでしょう。OK。ちょうど一杯。よし、行きましょう。向こうが明るいですね。向こうが日が昇る方なのかな。すごい穏やか。今朝のね5時40分ぐらいです。向こうの方に行ったら日が出てますね。あっち行きましょう。よし、どうでしょうか。おお、ね、その辺腰掛けましょう。よいしょ。はい、じゃあね、コーヒーいただきましょう。いただきます。昨晩はね、駐車場なんで車の出入りはそこそこあったんですけども、キャンプされてる方もね、静かでからすごいいい場所でした。ゴールデンウィークのね、真っ只中ですけども、キャンプ場とか行かずにね、こういった場所を利用させてもらうのもすごくいいですね。ごちそうさまでした。せっかくなんで砂の上歩いていこう。朝気持ちいい。おお、でちょっとね気になるんで、このカーブの向こう側行ってみようと思うんですけども、ここはね多分工場夜景スポットですね。でこっちがねもう一つの駐車可能スペースですかね。でこっちはねなんか絵では泳げるよみたいな感じの絵が描いてあったんですけども、岩の方にねカキ殻みたいなのがたくさんついてるんで、多分足を怪我するんでね、ここで泳ぐのはあんましお勧めできないと思います。よし、じゃあね、車に戻りましょう。はい、ということでね、車に戻ってきたんですけども、ちょっとね、片付けをしながら、今日のね、行動予定の方を調べてみたいとね、思います。パッと片付けて準備します。はい、ということでね、片付けを済まして、行き先を考えたんですけども、今日はね、山口の端っこの方まで行こうと思うんですけども、行くのにね、3時間ぐらいかかるんですよね。でもそのね、ちょうど中間地点ぐらいに、カッタの湯さんっていうね、ちょっと面白いお風呂屋さんがあるんで、こちらに行ってね、もう今日はね、朝一番ですけども、お風呂に入ってから行動しようと思います。はい。ちなみにね、ここはすごく面白いお風呂屋さんで、お風呂と食事とリラックスルームをもう深夜の2時まで使っていいプランが1408円とかっていうね、とんでもないお風呂屋さんでね、僕もね、ここはね、来てみたいなと思ったところなんで、もうね、今からこちらの方に移動していきたいと思います。ちなみにね、今朝の7時20分なんですけども、ちょうどね、到着した時刻が営業開始時刻みたいな感じらしいんで、もうね、こちらに行って、お風呂に入って食事を食べてね、ちょっとね、ゆっくりさせてもらいたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。よし、行きましょう。永田海浜公園さん、ありがとうございました。はい、静かでいい公園でした。はい、ここですね。はい、カッタの湯さんに到着です。どこに止めようかな。よし、行きましょう。ゆったりセットにするか、土日祝のリラックスフロアセットにするか。間違いなくこれでしょう。ゆったりセットのお食事付き。これで行きましょう。じゃあね、ゆったりセットにしましょう。で、は
はい、チェックアウトできました。入り口はね、2箇所あって、こちらがね、普通のお風呂の入り口なんですけど、ゆったりコース選んだ人はね、ここで着替えて中に入れるらしいです。でも、貴重品ロッカーがないんで、まずはね、貴重品は上に預けるらしいです。行ってきましょう。でもですね、ちょっと持ってきます。人がいなかったんでね、OK だったので、24番。ここですね。じゃあね、ちょっと着替えたいと思います。よし、一応ね、着替えたんで、お風呂行きましょう。ちなみにね、撮影許可いただいてます。よし、ここですね。ここから先ね、撮影の時なんで、行ってきます。よし、上がりました。はい、ということでね、出てきたらね、10時17分でした。だから1時間くらいね、まるまるお風呂でゆっくりした過去になりますね。で、お腹も空いてきたんで、お食事に行こうと思うんですけども、その前にね、ちょっと施設見ていっておきましょう。ここがね、実は結構すごいお風呂屋さんらしくてから、スロットはもちろんなんですけど、こっちですね、実はね、めちゃくちゃ漫画が置いてあるお風呂屋さんで4万冊のね、蔵書があるらしいです。こんな感じにね、たくさんあるんですけども、ここだけじゃなくてね、こちらの休憩室にもあるし、あと、こっちのね、リラックスルームの方にもたくさん漫画があるんで、もうね、言い換えたら、今日はね、1480円で、夜の2時までね、ここでくつろいでもいい場所ではあるんですけども、そこまでね、ちょっと入れないんで、残念なんですけども、とりあえずね、こちらもね、お食事券があったら、食事ができるんですけども、食事はね、11時からでから、あとね、40分ぐらい時間があるんで、ちょっとね、漫画を読みゆっくりしたいと思います。よし、じゃあね、食堂空いてるはずなんで、ご飯食べ行きましょう。めちゃくちゃね、なんか結構のんびりしてますね、今。で、今回ね、僕が購入したのはこちらのゆったりセットで、入浴とお食事とリラックスフロアがあって、土日祝で1480円だったんですけども、ここにあるね、どれ食べてもいいっていう風になってるんですよね。二八そばのね、唐揚げとかね、ネギトロ丼とか、何でもある。すごいですね、めちゃくちゃ得ですよ、これ。どれにしよう。二八そば、唐揚げがね、一番おすすめらしいんで、こちらにしましょうかね。お願いします。二八そばと唐揚げのやつを。はい、美味しいものがね、出てきました。めちゃくちゃ美味しそうですね。もうね、お腹空いてるんでね、早速いただきたいと思います。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。お蕎麦がね、コシがあって美味しいし、唐揚げもね、揚げたてでからめちゃめちゃ美味しいです。最高です。ちなみにね、周りの皆さんもね、お蕎麦食べられてる方がほとんどです。ということでね、ちょっとゆっくりね、ご飯いただきたいと思います。はい、ということでね、完食です。ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。ビールと一緒にね、唐揚げ食べたかったですね。昨日晩ね、ここに来てもよかったですね。で、今の時間はね、11時36分で、まだまだ早いんですけども、とりあえずね、十分ゆっくりはできたんで、もうね、そろそろ先に行ってみたいと思います。じゃあね、着替えてチェックアウトしましょう。はい、ごちそうさまでした。よし。じゃあね、着替えたんでね、チェックアウトしましょう。ありがとうございます。よっしゃ。はい、すごくゆっくりできました。いい施設です。で、結局ね、土日祝は1480円で、お風呂入ってご飯食べて、ゆっくりできるところが利用できるんですけども、さらにね、追加で1000円払ったら、深夜の2時から朝8時までね、館内で過ごすこともできるんで、めちゃめちゃ安くね、宿泊できる場所ですよね。はい、ゆっくりできました。で、ちなみにね、外暑そうだったんで、こっち止めました。はい、ということでね、ゆっくりできました。気持ちよかったです。でね、今はね、山口県の宇部市のあたりにいるんですけども、次はね、もういよいよ下関市の方に行ってみようと思うんですよね。で、下関の方まではね、1時間ぐらいで行けるんですけども、なんかね、ちょっと
部分的にね、赤くなってたりしてから渋滞もね、予想されるんで、まあ、とりあえずね、安全運転でのんびり行ってみたいと思います。はい。ちなみにね、お土産でフグなんかも買ってみたいんですけども、寄れるようであれば、お土産屋さんもね、行ってみたいと思います。はい。よし。ということでね、行きましょう。はい。ということでね、関門橋までやってきました。もうね、こっち側が九州ですね。はい。はい。でね、この先が下関なんですけども、なんかね、だいぶ渋滞してるらしいんですけれども、15分ぐらいで抜けれるらしいんで、もうね、渋滞に突入してみたいと思います。はい。こっから先がね、下関市街です。わー、すごい混んでるな。右車線の方がめちゃくちゃ空いてます。多分ね、左側は、有名なね、市場の方に入る道のせいで、こんだけ渋滞してると思うんですけども、右側はね、ぐんぐん動いてます。ですね、皆さんもね、唐戸市場をね、スルーするような格好でね、右線走ってください。左はね、大渋滞です。はい、この進み具合です。多分ね、10倍以上スピードが速いですね。ですね、あと、こっちがね、唐戸市場なんですけども、唐戸市場に行く人はね、すごい大渋滞に巻き込まれるんですけども、そうじゃない人はね、もうこっちをね、行く方がいいと思います。ちなみにね、唐戸市場はもういっぺん来たことがあるんで、今回はね、もう諦めましょう。それよりもね、この辺のどっかスーパーを探して、そちらでね、ちょっとなんか、山口の美味しいものが買えないかね、探してみたいと思います。っていうかね、この辺まで来ればなんか車止めれそうですね。はい、唐戸横丁。はい、やってきました。こちらですね。食菜館ハローデーさんです。駐車場60分無料。素晴らしいですね。アミューズメントパークみたいなね、スーパーにやってきました。はい、到着です。よし、ということでね、行ってみましょう。果たしてどんな食材が待ってるんでしょうか。お惣菜物がね、相当熱いです。30センチのハンバーガーがね、480円とか、でかいおにぎりとか、売られてるみたいです。よし、ということでね、ちょっと行ってみましょう。お惣菜コーナーが激アツですね。これはどれもめちゃくちゃ美味しそうです。薄引き刺身セットがありますね。これね、こういった分に入ってるんですけども、フグじゃないみたいですね。フグはね、さばくのに免許いるんですけども、免許のいらない魚をね、薄作りにしてるみたいです。よし、たくさんね、買ってきました。はい、ということでね、いいのがたくさん買えたんですけども、生ものがあるんでね、冷蔵庫に移しておきましょう。やっぱし持ってきてて正解ですね、冷蔵庫は。ちょっとね、詰め替えます。はい、ということでね、お買い物は無事終わったんで、またね、移動を開始しようと思うんですけども、次はね、この近くに海の見える場所があるんですけど、そちらをね、車中泊場所の予備の予定場所としてね、考えてた場所があるんで、ちょっとね、そっちの方に行ってみたいと思います。ちなみにね、ここからすぐ近くです。行きましょう。はい、この先なんですけどもね、急ですね、かなり。こちらの駐車場ですね。ちょっとね、その辺止めます。はい、ということでね、こちらがね、目的地なんですけども、ごめんなさい、名前が読めないですね。なんでしょう、ロウの山公園、とりあえずね、公園としておきましょう。こちらはね、下関市のね、南の方にあるんですけども、一応ね、僕が見た中では、本州最西端と最南端になるのかなぐらいの場所に位置する、車中泊可能っぽい公園です。で、駐車場はね、全体的に向こう方向に傾斜してますね。こっちがね、下ってるような格好です。ですね、僕からしたらもうこの辺はカースロープ必須ですね。なんですけどね、向こうの方は意外と水平なんで、奥の方に止めたらね、カースロープいらないかもしれません。ちなみにね、お手洗いはね、水洗で手洗い場もありますね。で、こっちの方はね、平らなんで、車中泊するんだったらこの辺の場所の方がいいかもしれませんね。じゃあね、この先が展望になってるみたいなんで、歩いて上がってみましょう。おーおー、これは
わー、すごい。広場になってますね。景色がね、すごくいいです。なんだこりゃ。もう標高高い位置からね、海が全体が見渡せます。すごい。ちなみにね、向こうの方面ぐらいが西ですね。だから向こうの方に向かって日が沈むはずです。だからね、ここに来たら日の入りがね、見える場所です。すっごいね、これは。駐車場からは何も見えないですけども、ここから見える場所ですね。あとね、向こうにはなんか公園が見えますね。なんかね、遊具がありますね。とかね、下側のあの辺の駐車場だったら、海を見ながらね、車着できるかもしれません。うわー、すごい場所ですね。いい場所すぎてね、びっくりです。よし、じゃあね、しっかり見ることができたんで、車に戻りましょう。よっしゃ。はい、お疲れ様でした。ということでね、無事、一応山口県の南西のね、橋の方まで来れたんで、当初の目的は達成しました。やりました。はい。見に行きたいところまでね、来れました。よかったです。で、ここまでのね、総走行距離が408キロですね。で、あとね、航続可能距離が234キロとかになってるんで、合計したらね、約700キロぐらい走れる計算になりますね。めちゃめちゃ燃費がいいです。ですんでね、無給油で岡山県から山口県のね、端っこの方まで来ることができました。はい。ちなみに今回はね、燃費走行のためにエアコン全くつけずに来てます。暑い時にはね、窓開けてました。だからこんだけ燃費が出たんだと思います。はい。で、とりあえずね、当初の目的が達成したんで、また移動しようと思うんですけども、僕ね、この山口県一有名なね、この水上道路っていうんですか、あの部分が見に行きたいんですよね。この画像のところです。で、ここまではね、53キロぐらいの距離で、それでもね、1時間11分とかできるらしいんで、もうね、次はこちらを目指したいと思います。ちなみにね、行ってる最中にどっかでお土産も買いたいんで、お土産買いそうなところがあったらね、寄ってみたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。はい、道の駅があったんで寄ってみようと思うんですけども、寄れるかなこれ。はい、到着です。はい、ここはね、道の駅北浦街道豊北さんですね。僕のね、行こうと思った橋の少し手前にあるね、道の駅さんです。よし、じゃあね、お土産をちょっと見に行ってみましょう。よし。広い道の駅ですね。いけすがある。うわー、でかっ。めちゃめちゃでかいです。うわ、アワビ売ってる。大きいけどね、結構いい値段しますね。これカニカマいいですね。山口県のね、企業さんのものらしいです。こちらいただきましょう。とにかくね、皮差しがありますね。40g、200円。これいただきましょう。皮です。ね、すごいのが出ました。イカせんべいなんですけど、イカの形に出ますね。これすごいな。そろそろ閉まるみたいなのでね、早く決めましょう。はい、ということでね、食べ物とね、お土産をたくさん買いました。とりあえずね、食べ物が1151円でした。オッケー、いいの買えた。よし、入るかな。2点、まあ最悪ね、1点だけは入れとかないといけないんで、入れば嬉しいんですけども。あら、OK、入りました。よし、OK、よし、じゃあね、角島に向かって出発です。はい、角島はね、この先です。よし、どんな感じかなと思ったら、なるほど。こっからね、例の展望台に行けるんですけども、もう車入れませんね、まずは。で、ここがね、駐車場なんですけども、入れるかな。よいしょ。はい、うわ、運がいいな。空いてますね、ここ。やったー。よし。よし。行きましょう。運が良かったですね。この時間帯はね、すくみたいです。
これが角島大橋ですね。地図で見たらね、なんか赤黒かったんですけども、渋滞してますね。渋滞どころの騒ぎじゃないぐらい、連休はこんなことになるんですね。なんでこっちみんな行くんだろう。で、歩いてね、向こうの辺とかも行けるんで、行ってみましょう。思いっきり逆光ですね、これ。眩しい。橋の向こう側行きましょう。おー、すごいな。思いっきり逆光ですね、ほんでも。海がね、めちゃめちゃ綺麗ですね。やっと来れました、ここまで。いやーでね、向こうの上側が例の有名な橋をズドーンと見渡せるスポットだと思うんですけども、この時間帯ね、多分ね、もう超逆光で見えないと思うんでね、ここはね、諦めましょう。で、ちなみにね、上から見るんであれば、もうね、午前中とかの方が良そうですね。5時半にもなったら逆光すぎて何も見えないと思います。よいしょ。はい、よし。ということでね、角島大橋見れたんで、もうね、今日の車中泊予定地の方に移動しようと思うんですけども、実はね、僕の考えてる場所は角島の方にあるんですよね。ですんでね、もうちょっと今からね、反対車線が大渋滞している角島の方にね、行ってみたいと思います。出発です。よし、角島大橋です。うわーかなりね、渋滞してるんですけども、この道の渋滞だったらね、なんか我慢できますね。よいしょ。おー、よーし。はい、ということでね、到着です。おー、車結構多いですね。しかもね、駐車場がめちゃめちゃ傾斜してますね、これ。しょっ。はい、ちょうどね、今バイクの人が帰ったんで、ここが空いたんでね、ここに止めさせてもらいました。でもね、この場所ね、ちょっとだいぶ向こうが下がってるんで、今からね、カースロープを置いて、車内をね、ちょっと平らにさせてもらおうと思います。はい。水平方向は大丈夫ですね。縦方向にね、カースロープセットしましょう。はい。一番上のね、段まで登りました。いいですね。これぐらいの OK にしましょう。よしよし、バッチリです。これでね、車内は水平になりました。OK です。よーし。はい、ということでね、水平も出たんで、車中泊できる準備が整いました。で、こちらの場所はね、あちらにね、水洗トイレもあるんで、もう有事の際もね、安心な場所です。はーい。で、さらに、向こうはね、大絶景の海です。バッチリですね。で、向こうにね、展望台があるんですけども、向こうの方に太陽が沈むんですよね。ですんでね、ちょっとどうしましょうかね。もう少しね、沈んでから、お酒を持ってね、日が沈むのをね、ちょっと見に行ってみたいと思います。はい。じゃあ、ちょっと車内で準備しましょう。よし。じゃあね、ソーセージにしましょう。ちょっとね、時間がないんでね、時間に焼きます。4分ぐらい。よし。はい、できました。プリプリの美味しそうなやつができましたね。よし、できました。美味しそう。よーし。じゃあね、もうだいぶ火も傾いてきたんで、早速ね、行きましょう。素晴らしい。おー、ちょうどタイミングバッチリ。椅子があるんで、ここ座りましょう。よいしょ。いただきます。うん。あー、最高。すごいな。おー、風はね結構強いんですけども、そこまで寒くないですね今日は。で、ここはね、釣り人さんが釣りされる場所ですね。はい、ということでね、7時5分日の入りでした。いいのが見れましたね。はい。で、ちなみにね、日が向こうに沈んだんですけども、日の出は向こうに見えるわけじゃないかもしれないんですけども、海を眺めながらね、車中泊できるんで、もうね、車の方に戻ってゆっくりしたいと思います。はい、ということでね、車内に戻ってきたんですけども、今晩買ってきた食材がこれらですね。結構たくさん買ってきました。一番にね、こちらですね。これはね、
下関で調理された中国産のフグです。はい。で、バトー薄引き刺身っていうのを買ってきました。フグっぽいですね。で、あとはね、トラフグの皮のポン酢、200円だったんでね、買ってきました。はい。で、あとはカニカマなんですけども、あとさらにね、ちょっともしこの辺で食材が足りなかったらいけないんで、一つね、山口県産の鶏肉買ってきました。はい。あと海苔はね、おまけです。ということでね、ちょっとたくさん食材があるんで、料理もね、したいところなんですけども、とりあえず刺身類があるんで、もうすぐに食べたいところではあるんですけども、先にね、フグの唐揚げ揚げておきましょう。4つほどね、パッと揚げてみたいと思います。準備します。油。よし、ちょっと見てみましょう。あ、いい感じですね。ひっくり返します。よし、どうでしょう。せーの。いいですね。OK。完成です。よし、じゃあね、盛り付けていただきましょう。よし、それじゃあね、全部揃ったんで、いただきましょう。いただきます。まずはね、とりあえず一番にフグじゃない分からいってみましょう。フグっぽいやつです。果たしてお味は。美味しい。フグじゃないのはわかるんですけど、バトーとかっていうお魚ですけども、美味しいです。次はね、トラフグいってみましょう。トラフグの皮ですね。味はね、タレの味になっちゃってわかんないんですけども、食感がね、楽しくて美味しいです。はい。で、最後にね、フグの唐揚げ、焼いてみましょう。いただきます。美味しいです。上手にね、出来上がってます。硬くなくてね、身が柔らかくて美味しいです。ですのでね、次のお酒もいただこうと思うんですけども、フグと来てるのにね、ビールばっかり言うのもね、味気ないですよね。ということでね、フックのヒレ酒買ってきました。デカンタっていう分がありました。これはね、こういった分ですね、とっくり状になってるガラス瓶で、ヒレ酒なんですけども、ヒレが入ってなくって、ヒレエキスが入ってる分らしいです。僕ね、初めて見つけたんで、買ってきました。ちなみにね、これ、432円だったかなぐらいでした。はい。で、ヒレ酒はね、缶した方が美味しいんですけども、今回ね、こうヘルセットは置いてきてるんで、これをね、ミニ夜間で食べましょう。もうあれなんで横取りましょうかね。湯煎しちゃうんで。よいしょ。よし。しばらくね、放置します。よしよし、OK。出来上がり。OK。終わったな。入れるもんがないですね。仕方ないね。ちょっと UCC のカップ使います。よいしょ。こんぐらいずついただきましょう。いただきます。果たしてお味は。美味しい。ちゃんとね、ヒレ酒の味がします。美味しいです。でもね、ちょっとヒレの味が薄めですね。本物のヒレではね、もっと濃い味がするんで。でもね、美味しいです。ということでね、食材も全部出揃ったんで、あとはね、またタブレットを見ながら、ゆっくりしたいと思います。はい。いただきます。ちなみにね、今回ね、出来合いのものばっかり買ってから手抜きだって思われるかもしれませんけども、地のもののね、美味しいものを食べてるつもりなんで、その点はね、皆さんご了承ください。はい。ということでね、あとはね、タブレットでまた映画でも見ながらね、ゆっくりしたいと思います。はい。ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。ついでにね、カニカマを食べました。美味しかったです。で、そうこうしたらね、もう今気温が下がってね、寒くなってきましたんで、もう片付けをしてから、ちょっとね、休める準備したいと思います。はい。はい。ということでね、寝る準備できました。で、もうね、夜も遅いんで、今日は休もうと思うんですけども、その前に、今日使ったお金なんですけども、今回はね、こんな感じで、お風呂に買い物に道の駅で、さっきのお酒もね、この1151円の中に触れたんで、今日の合計は4819円で、この3日間の合計でね、13,701円使ってました。ですのでね、1日平均4500円ずつぐらい使ってるような格好になってますね。はい。結構使ってますけども、今回はね、ケチケチ旅ではないんで、自分のね、したいように楽しんでる旅なんで、まあ、この出費はね、仕方ないです。だけどもね、予算2万円の中にガソリン代をちょっと入れることはもう難しくなりましたね。
まあこれはね、最初から難しいだろうなというふうに思いながら旅始めたんで、これはまあありとします。はい、ということで、明日もちょっといろいろと考えてることはあるんですけども、今日はね、もう疲れたんで、このまま休もうと思います。じゃあね、おやすみなさい。ここから降りていくみたいですね。よし、できました。はい、完璧ですね。あ、美味しそうなのができた。よし、行きましょう。